いつも動画をご覧いただきありがとうございます。アコースティックギタリストの熊谷智久です。今回はソロギターの初級向けということでですね、一つソロギターを弾く時の注意点を挙げたいなと思います。こちらになります。開放弦のミュートということで、ちょっと言葉だけでは分かりにくいので、フレーズの例を出しながらですね説明していきたいなと思います。この3小節は以前、僕が演奏動画チャンネルの方でアップしたWater is Wide という曲のですね、後半の3小節をちょっと上げてみたんですが、一度これをですねちょっと何も考えずに弾いてみたいなと思います。という感じですね。このフレーズですね、どこが難しいかというと非常にシンプルなフレーズなんですが、ここのですね、ちょっと書いてみると、この最初の Em7 の、ベース音の6弦の開放弦のミがですね、これが普通ここまで伸びると思うんですね。ただ、この次のですね A7 サス4になったところで、次ベース音は5弦の開放弦に移ってるんですけれども、最初の6弦の開放弦が開放弦なので、このままずっと伸びてしまってですね、でしかもこの次のところもちょっとかぶってしまってというところでですね、ずっとこの開放弦が、次の A7 や D のですね、ところにもずっと残ってしまうというところでですね、ちょっと音が濁ってしまうんですね。で、その次に弾く A7 サス4のベース音のラも、5弦の開放弦ですね。このラも同じようにずっとこう小節をまたいでですね伸びてしまうという形になると、ベース音が6弦の開放弦5弦4弦とですねずっと重なっていってしまってですね、でちょっとこう音が濁るという形になってしまうので、A7 の時は前の音のミも構成音には入っているので、まだ許容はできるかもしれないんですけれども、ちょっと音がどうしてもベース音濁ってしまうんですね。こういう場面っていうのは結構ソロギターで多くてですね、なので、ちょっとこれを処理するために、右手をですねどういうふうにするかというと、この最初の6弦ですね、弾いてで次の A7 サス4の時に、親指でこの5弦を弾く時にですね、この親指のこっち側ですね、側面の方を6弦の横にちょっと当てて、こんな感じですね。当てて6弦を消しつつ5弦の弾く準備をするという感じですね。でこれをこんな感じですかね。こうすると前の音の6弦の開放弦が次の5弦の開放弦にかぶらないようになっていきます。で、次の A7 サス4から D に行く時も同じで、こう弾いた後で次の D の最初の4弦の開放弦弾く時に親指の側面を5弦に当てると、こんな感じですね。こんな感じですか。で連続でやるとこんな風になると。ポイントとしては、ちょっと最初はこう親指の横を、普通に行く時は当てずに弾いてると思うんですけど、一瞬ちょっとだけ指を寝かすか、例えば6弦5弦弾く時に5弦弾く時に、少しだけ親指を深めに入れると自然とこの横が当たるようになるので、そういうふうにしてちょっとだけこう触れてですね、こういう感じですね、するといいかなというところですね。そういうところでですね、ちょっとこの小さいマイクでは違いが伝わりにくかったかもしれないんですけれども、結構これ
やっぱり分かりにくい部分でですね、普段練習してても、音がベース音がかぶっていっていても、そんなにこう気にせずに、最初練習してしまうと思うんですが、いざライブで、マイクを立てたりピックアップでですねスピーカーから音を出した時に、そうした時にその濁りがより強調されて出てしまうので、ちょっとえらい濁ってるなということになってしまいますので、ちょっとこの辺りをですね気をつけてやっておくといいかなと思います。これはソロギターに限らず、アルペジオですね。そうですね、こういう Em、A7D とかのアルペジオの時でも同じように、この開放弦のベース音がある時は次弾く時に音を消してあげるというふうにすると、音色がすっきりしていくので、すごくいいんじゃないかなと思います。でどうしてもその例えば、コード進行でいくとですね、ちょっと楽譜は今ないですけども Em、D、C とかですね、こういうコード進行で結構多いと思うんですが、こういう場合だと Em の次の D コードってなるとミの高い方に行くけどミ0って降りていくときに D に行ったときにやっぱり6弦の開放弦のミがですねずっと残ってしまうので、この場合は親指の側面では消せないので、こういう場合はやるとしたら、ちょっとこの一瞬だけ握って左手の親指で6弦を触って、消してあげてですねすっきりさせたり、あとはソロギターの中では一瞬だけこの小指で触れるとかですね、そういうふうにして、消音する場合もありますので、いろんな方法で右手と左手駆使しながらですねそういう、ちょっと雑音になりそうな音は消したりというふうなことを、いろいろとギタリストはみんなしています。ということでちょっと今回は分かりにくかったかもしれないですけれども、ベース音の低音源のミュートについてですね、説明してみましたので、もしちょっと不明な点がありましたらまたコメント欄で、書いていただければ回答させていただきたいなと思いますので、またお気軽にコメントいただければと思います。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。